アンニョンパックンです。正直最初は無理だと思ってました。全部食べろって言われる白ご飯。電車の中、息を止めるように黙る人々。それってルールなの？なんでそこまで気を使うの？韓国から来た当初の僕には理解できない文化ばかりでした。でも気づいたんですよ。嫌だったのは文化じゃなくて、慣れてない自分だったんだって。今回は韓国人の僕が最初は正直苦手だったけど、今では大好きになった日本文化5つを紹介します。この動画を見ると、日本文化の奥深さと異文化に馴染むプロセスの面白さがきっとわかるようになるはずです。第5位はですね、電車で電話できない文化というところです。さっき言ったじゃん、それは違うって。韓国の電車ではこんな電話をしている人、日常茶飯事ですね。ビジネスの話も、恋人との喧嘩も、時には泣きながら話す人までいる。でも日本では無音ですよね。初めて福岡の電車に乗った時、車内の静けさにびっくりしました。誰も喋っていない。LINE も無音。電話も出ない。もしかしたら全員で黙祷してるって思ったぐらいですね。そんな中、韓国の先輩からの突然の電話、仕事関連で重要な連絡でして、すぐ出なきゃ。でも出られないと思ったんですね。焦りました。出られなかったです。電車を降りてから折り返して軽く怒られた。なんで出なかったのって。当時は理不尽にすら感じました。でも今は違うんですね。あの静けさには意味があると思うんですね。人の会話が耳に入ると、それが片方だけの会話が耳に入ると、想像以上にストレスになるっぽいですよね。音を気にせず静かに移動できるあの空間は、日本人の公共の空気を守る力そのものだったかもしれません。もちろん、路線によってとか状況によってだったりとか、静けさとか、うるささみたいなのが変わってくる場面はあるかなというふうに思うんですけれども、普遍的には静かなのかなというふうに思うんですね。今では僕も電車に乗るときはスマホをマナーモードにして、イヤホンもちょっと音量を落としてから周りを気にするのが自然になりました。むしろ電話してる外国人を見ると、少しそわそわしちゃう場面もあります。他の人々が白い目で見てそうなんだけど、自分が言ってあげた方がいいのかなみたいな感じですね。で、自分が快適っていうよりかは、みんなで心地よい文化を作ろう、空間を作ろう、それを教えてくれたのが、日本の電車でした。第4位はですね、お土産の文化です。これ、〇〇に行った時のお土産です。みたいな感じで、研究室の先輩が旅行から戻ってきた時、テーブルには知らない地方の可愛いお菓子が並んでいました。白い恋人とか、博多通りもんとか、うなぎパイとか、日本全国のお菓子図鑑かってぐらい、誰かが出かけるたびに現れるお土産ですね。最初は正直びっくりしました。旅行に行っただけで、職場にみんなのお土産お菓子とか買ってくるの？なんで気を使う文化なんだと、ちょっと面倒にも感じていました。韓国にもお土産文化はありますが、ここまで日常化まではしていないです。特に職場レベルで行ったからには買ってくるのが当然みたいな空気はほとんどないんじゃないかなって思ってるんですね。だから僕も最初はケチで自己中の人になりそうでした。てか、そんな人なので、ちょっと躊躇しました。だって誰に何をどれだけいくら買えばいいのかわからなくて、時間もお金のケチりたくなるみたいな感じが僕にあったんですね。そんないい人ではないので。いや、でも気づいたんです。このお土産文化っていうのは、日本人のつながりを大事にする心が集まっているってことですね。旅行にいても、あなたたちのことを思い出してましたよ、みたいな。一緒にこのお菓子味わってくださいね、という、ちょっとした優しさの共有。今では僕も、旅行に行くと自然にお土産を探すようになりました。もちろん行くたびに全国どこでも、1ヶ月に1回買ってくるレベルではないんですけれども、渡すときは、これは韓国の味なんですって言えるのが、ちょっと、誇らしかったりとか嬉しかったりする場面もありますね。お土産って物じゃなくて気持ちだったのかもしれません。第3位はですね、ビジネス敬語の文化ですね。大学の研究室に入ってすぐ、ある日、助教からのメールが届きました。今後とも何卒よろしくお願いいたしますって。ちょっと長いって思いましたね。いや、めちゃくちゃ丁寧だけど、どこまでが挨拶で、どこからが本題なのかがちょっとわかんなくなるぐらい、敬語が書かれていた。目上だし、よろしくでいいんじゃないのって思ったんですね。そうすると、学生として自分がメールを送るときにも、お願いしますじゃ足りなくて、お願
願いいたします。お願い申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。感謝っていうだけでも、感謝しますではなくて、感謝いたしますとか、誠に心より感謝申し上げたく存じ上げていますみたいな感じだったんですね。僕の頭の中は、日本語の敬語バリエーションでパンク寸前でした。もちろん韓国でもその上下関係は厳しいですが、メールや会話ではここまで複雑な表現は少なめですね。むしろあるけど砕けた方が、親しみが伝わることが多くて、逆に韓国のビジネスメールは日本に比べるとフラットな感じなのかなというふうに思います。本当に基本的なデスマス手合いのレベルですね。だから日本の敬語文化には最初は本当に息苦しさを感じていました。もっとシンプルにフランクでいけばいいんじゃないのって思ったことも何度もあります。でもだんだん気づいてきたんですね。この敬語って相手に対する配慮の形なんだと、言葉一つであなたを大切に思っています。丁寧に対応いたしますっていう気持ちを伝えるこの日本人の、日本の美意識。今では僕もメール一通に20%の敬語のバッファーを意識して書いています。例えば、資料送りますじゃなくて、資料をお送りいたします。公正さをよろしくお願いいたしますまで書く。それが社会人としての礼儀であり、相手を思う言葉のデザインだなと思うようになりました。第2位はですね、ご飯を食べきる文化です。ある日、草野球の先輩とカツ屋でご飯を食べていました。揚げたてのロースカツ、白いご飯、山盛りの千切りキャベツ、赤で汁の味噌汁、湯気が立ち上るトレイの前で、僕は韓国式に好きなものだけ食べる、それで終わりみたいなモードが発動してしまいました。そしたら先輩がですね、あれキャベツ残すの先輩が箸を止めて僕を見つめたんですよ。これってオプションじゃないですかって言ったら、空気がヒュンと冷たくなった気がしました。その先輩は今でもそのとんかつで、そのオプションじゃないですかってことをネタにしています。韓国ではですね、言い訳でしかないんですけれども、おかずとかが脇役扱いになることも多くて、焼肉なら肉がメイン、ビビンバなら具材がメインになるってなります。もちろん残さず食べなさいって育てられますし、それは美徳です。でも、みんなでそうしようねまでには言ってないんですよね。昔、韓国では、中国も似た感じだと思いますが、この食べきるのは足りないアピールしているとも、受け取られる場合があったらしくて、それで、残さないこと、それに全集中しようみたいなレベルまでにあってないですね。日本は違うくて、一粒残らずご飯を食べる。キャベツも味噌汁も漬物も全部が主役みたいに扱われる。このいただきますの意味が食べるために身体に染み込んできました。今ですね、僕はラーメンのスプーンも飲めるところまで飲んでみようみたいな、そうなってしまう自分もいたりします。で、ごちそうさまでしたって頭を下げる自分がいます。もちろん、どうしても無理ってなる場面もあったりしますが、なるべく全部食べようとはしています。日本の食文化って味だけじゃなくて、音も香りも所作も含めて、まるで五感でいただく儀式みたいに感じています。あの時のキャベツ、今なら完食できます。感謝って箸の動きにも出るんですね。で、第1位はですね、ゴミ箱がない文化というところです。嘘でしょここでもないのって感じですね。日本に来ておにぎりを食べ終わった後、ゴミを捨てようとキョロキョロしてもどこにもゴミ箱が見当たらない。駅の周辺、公園の中、公園の横まで見に行ってもないないない。韓国のソウルでは至るところにゴミ箱があったりします。コンビニの、入り口とか駅の中とかバス停の近くとか公園のベンチの横とかあって、だからこそ日本の街のあまりのゴミ箱のなさには、衝撃を受けていました。で、最初はちょっとイライラはしたことはあります。なんでこれだけ先進的で綺麗になってるのに、ゴミ箱を見つけようとしているとなくて、なんでだろうって思ったんですね。でも、だんだん分かってきたんです。日本人ってゴミ箱が少ないからこそ、自分でゴミを持ち帰る文化がある。それってすごくないんですかね。今では僕もコンビニで飲み物を買うとき、店員さんに袋くださいと一言添えて、飲み終わったらそこの袋に入れて家まで持って帰ります。昔テロの影響でゴミ箱をなくしたという話は聞いたこともあります。でも、こもったりとかもしてるんですよね。もうテロの時代でもなくなったし、いいんじゃないかなと思ったりはしたんですが、逆にでもゴミ箱を置こうってなって、置くことになったら、むしろそれで街が、汚くなってしまう可能性もあるかなというふうに思っていて、僕の中には本当にこれ、置いた方が綺麗になるのか、逆に置かない方が綺麗を維持できる秘訣になるのか、不思議な感じではあります。これが、日本の街を綺麗に保つ工夫なのかもしれないですね。で、最後に伝えたい話があります。この動画で紹介した5つの文化、最初にですね、
日本に来た時、もう本当に全部がしんどかったです。なんかルールが多くて、気を使いすぎてて、自由がないみたいに、感じ取られる場合もあって、不満に思った日も、正直にありました。でも、ある日気づいたんですね。この文化そのものじゃなくて、慣れてない自分が受け入れられなかった、受け入れたくないから、不満をブツブツ言ってただけなんじゃないかと、キャベツを残して怒られたあの日とか、敬語メールで30分を悩んだ昼ご飯の時間だったりとか、あの違和感の瞬間が今の僕を作ってくれたんじゃないかなと思ってるんですね。最初は合わないと思って、時間が経てば、きっと愛着に変わるかもしれないってこと。そしてそれこそが、異文化と向き合う一番面白い瞬間かもしれないというところです。文化は強制されるようなものじゃなくて、触れて、戸惑って、慣れて、好きになるもんだなというふうに思いました。だからこそ、このチャンネルでは、日韓の間にあるリアルな驚きとか、笑い、感動をこれからも発信していきます。文化って面倒だけど面白い。意外とやってみたらできるようになる。そう思ってもらえたら、今日の動画を作った意味があります。よければチャンネル登録してもらえるとすごく嬉しいです。高評価とコメントもぜひお願いします。次の動画でまた新しい発見を一緒に楽しみましょう。以上、パクでした。アニョー